菜とかを入れると茹でられる。なるべくローリングストックできるようなものにしていて、使い置きの塩ラーメンが、あと携帯トイレすぐ取って出動クッて抜いて、ここをグーってやるとシューって。おお、すごい綺麗。綺麗じゃん。こんな感じでゼッケンも作って、これを太ももの外側に押し付けてグッと。はい、ここ我が家の玄関なんですけど、玄関のここの収納に我が家は防災備蓄を置いてます。じゃじゃん。靴箱なんですけど、この下の部分、これも備蓄です。なんかね、靴箱に食品を置くのどうなのっていう声もあるらしいんですけど、玄関がこの災害時に一番強いっていうのを聞いて、なんか阪神大震災でも家は崩れても玄関が残ってた写真とかを見て、で避難する時に必ず玄関を通るから、やっぱり玄関にあった方がいいって、その清潔さよりもそれを優先してうちではここに置いてます。玄関からこれを持ってきました。疲れちゃったこれを中身を確認してみたいと思います。これ本当に1年に1回しか開けないから、何が入ってるか分かんない。使わなくなったタオルとか、多分タオルがやっぱり必要じゃないですか。どう分かんないですけどね、実際に避難したことないから。これが携帯トイレ凝固剤みたいのが入ってて、それをなんかその袋に入れて結んで捨てられるみたいな。100回分長期10年保証って書いてあるので、まだしばらくいけると思います。生理用品、ドライシャンプー、まあないよりはあった方がマシかなと思って。で、あとトイレットペーパーを一応、これは食品があります。食品だ。確かアレルギー28品目不使用だったかな。なんか美味しそうじゃないですか。豚汁、玉こんにゃく、もつ煮、筑前煮、けんちん汁、肉じゃが、牛すじ、7種類です。で、これ私使ったことないんですけど、火を使わない加熱剤、これになんかこの加熱剤を入れて化学変化というか、手で発熱して、その例えばこの中に一緒に野菜とかを入れると、もう本当に茹でられるぐらいできるらしいんです。なのでちょっと一応買っておこうかなと。何かあった時にスプーン、お箸、チャッカマン、マスク、あとビニール袋、ガーゼ、オキシドール。ただちょっとこれの使用期限やばすぎる2016年9月です。これ買い直しますこれがいまいち私はなんだか記憶がないんですけど、こまごま入ってますね。レインコート、これはマウスウォッシュ、アルミブランケット、ラジオですね。ラジオ、これ電池も使えるし、これなんか USB もついてるんで、パナソニックエボルタ、ほらついてる電気。ついたほらあとこのスプーンとかコンビニでもらったやつを結構貯めてて、これがあればね、洗わなくて済む。でもこれ米粉で作った乾パンっていうのがあって買ってみたんですよね。これも賞味期限過ぎてるこれは乳製品入ってるので2020年全然ダメだ。焼きの卵、小麦そば、落花生、大豆不使用のカレーで、これ5年持つのでさすがに2029年ですよかった。なんか水を入れて食べられる、そのまま食べられるカレーピラフ。まとめていっぱい買っちゃうと変色がうち結構子供多いんで、もしね災害時でストレスがかかってる状況で美味しくなくて食べれないっていうことになるとまずいから、いろんなのを見つけるためにちょいちょい買ってて、でそうすれば賞味期限も分散するじゃないですかこれもなんかどっかでもらったので、ちょうど災害時に使えるかなと思って置いてあります。なんかこういうのってもらった時にどこ置いとこうってなりません？で結局どっかいろんなとこ置いといてなくなっちゃうから、
玄関のとこ入れとけばいいやってなんかそういう時に必要だろうと思ったものはここに適当に入れてる感じですね。軍手3組ありました。軍手大事ですよね、やっぱり災害時は。これがアルファ米、避難所で例えばご飯をカレーと一緒にこれでやっちゃったりすると、こっちにアレルゲンがついてた時に命の保証ができないので、とにかく米だけは買ってあります。1食分かける50袋。うち子供がアレルギーがあるので、避難所で食事を食べる時に勝手に食べさせちゃったりとか、そういうことがあると困るんですよ。そういう時のために最近ビブスを着せようかと思って買い足しました。じゃん、こんな感じでゼッケンも作ってつけてみました。自分で作ったこれならさすがに食べるとまずいんだなってわかるかなと思って。これはアレルギーがありますって書いてあるよ。 OK。だから災害時避難所とか行ったり、なんかご飯もらうときはご飯もらう可能性があるときね、ママたちがいなかったりしても危ないから、とにかくなんか非常事態になったらこれ着ます。 OK。 ランちゃんの命を守るため OK。 はい、あとキッチンなんですけど、キッチンの普段の食べるレトルト食品をなるべくローリングストックできるようなものにしていて、これは長期の持つやつなんですけども、賞味期限が一番早いやつはこっちに入れていて、こういうカレーとかシチューとかこういうものを置いてます。でふりかけとかもあんまり食べないんですけど、こういうものがあるとさっきのお米と備蓄アルファ米と一緒に食べれるかなと思って、で使ったら買うっていう感じにしてます。でお水とかが入りきらないので、ちょっとここ夫の仕事場なんですけど、これ全部お水と、あと買い置きの塩ラーメンがこんなにこれだけあればさすがに数日は持つので、大人と長男の食事用としてキープしてます。常に持ち歩いてる防災ポーチと、あと次男のアレルギーのお薬エピペンっていう注射薬を持ち歩いてます。あとね、これは笛と関係ないですけどルーペなんか災害時に防犯ブザーとかだと電池がなくなっちゃったりもするので、一応入れといた方がいいかなと思って。で意外とやっぱり災害時じゃなくても旅行に行った時とか役に立つんですよ。本当にあれがっていう時にここに入ってるんで、これマスク絆創膏で、あとこれがビニール袋、匂いが漏れないビニール袋、あと携帯トイレとお薬、塗り薬ですね。あと私の笛でちょっとこれは我が家だけですけど、エピペンっていう注射薬を持ち歩いてます。アレルギーの症状が実際に出ちゃった時にこのエピペンっていう注射薬を打つと、でもずっと持つわけじゃないですよ。15分ぐらい症状が抑えられるっていうだけで、その間に救急車を呼ぶことができるので、これはもう常に肌身離さず、ここのキャップを外します。でそしたらこれが先端なので、ここから針が出るので、これを太ももの外側に押し付けてグッと針出そう今出ないから大丈夫よ。グッと押し付けます。で10秒ぐらいしたらお薬入ってるので揉んで OK です。ピアスのあれみたいな感じでガチャンとなるので、それで分かります。ですぐ抜いちゃうとお薬がちゃんと入ってるか分かんないので、ちょっと一応ゆっくりやってですね。でこれが結構焦ってると、こっち側のキャップを外して、このキャップを外さない限りこれがストップしてるんですけど、ロックされてるんですけど、キャップを外した時にこっちを持ってこうやっちゃう人がいるみたいで、そうするとここで針が出ちゃって自分に刺さっただけでお薬が無駄になっちゃって、エピペンそんなに何本も持ってる人ばっかりじゃないので、こういう無駄に使っちゃうことになるので、それだけ気をつけて、ここにやり方もちゃんと書いてあります。うちはね、ここに医療書と保険証をまとめてあって、いざという時にここでもう
すぐ取って出動できるように、この医療証と保険証を子どもたちのはまとめてあります。常にまとめてあるので、これも災害時にはすぐ持ち出せるようにしてます。学校にいる時に地震が起きたらなんか体育館になったりする。そうだね。そんな時にはこれ、それ全然違うから。何それ？そうってすごい。10円玉？あ、何？電話かける時？電話かける時に10円玉ね。必要なんだよ。だから10円玉入れとかないとダメだ。防災セットに。お金がないと電話できないから。なんで？公衆電話の使い方ってわかる？公衆電話、お金入れて番号入れて電話する。ママの電話番号は？確か0902。おー、すごい。すすごい。それだけわかれば十分よ。よし、今地震が起きたら？なんかダンゴムシね。そうそうそう、ダンゴムシの形。なんかこうやってダンゴムシの形ね。こういうところがないときは、もうほんとこういうのでもいいから頭を守る。あと例えばお買い物中にカゴ。そう、カゴ。よく知ってるね。動物園だったらその近くの動物から逃げる。肉食だったらそこの開いて出てくるかもしれない。じゃあ学校行くときは登下校中だったら？下校中は近くのところのどっかに避難させて。地震落ちたらもう忘れてるかもね。今やってたこと。だから忘れないように時々こうやってやるのがいいよね。ママが天ぷら揚げてるときに、火が出ちゃった。消火器もそうだね。これだね。確かこれをクッて抜いて、ここをグーってやるとシューって口を押さえて、ここから煙が出ないように逃げる。どうやって？こうやって口を押さえてちょっとしゃがんで。そうだね。いきなり倒れた人がいたら？AED とかを近くのところからもらってきて、子供は心臓をグッグッてやる。違う。子供は自分ではできないから大人を呼ぶ。そうだね。知ってる？なんか窓を開けて鏡とかで反射させて地面に送ったり、なんか救助信号を書いた紙を下に撒いたりするんでしょ？ああ、そう。いや、もう知らなかった。大きな音を出したりとか、棒で叩いて。あ、笛だね。そう、笛。ちょっとやってみるよ。いくよ。ちょっと明るすぎない？大丈おお、すごい。見て。あ、本当だ。綺麗。綺麗。災害って本当にいつ起こるか分かんなくて、大きい地震だけじゃなくて、例えば3時間停電しちゃうとか、そういうことも結構あるので、1年に1回ぐらいは見直しするのって大切だなと思いました。はい、動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。